9月の、某日、上野グリーンクラブに行く用事があったので、ついでに撮影してみようかなと思いまして動画にしております。根津駅から降りてテクテクと何分か歩いてグリクラに向かっているところです。ちょっと曇り着きました。はい、五条節売店です。こじんまりしてるんですけどいいとこです。9月の某日、9月上旬なんですけどまだまだ暑くて日よけもくっついてました。棚場の感じご覧ください。暑かったです。でここでちょっと目に留まったもの、なんかねじねじの杉なんですかね、螺旋杉って書いてあったかな、そういうやつで、これはあけびですね。太くていいなと思ったけどちょっと雌雄が分かんなかったんでやめました。これなんて読むんですかね、夢路、私持ってる品種なんですけどいいやつです。ねじかん桜です、本当にいろいろあるんですけど、これは心拍ちょっと根っこがね出てますけど、こういうやつとかありますし、素材がたくさんあるお手頃価格でいろいろ買えるグリクラです。これはですね、盆栽温度さんのところ、盆栽温度さんのタイガさんの鉢です。かわいい。盆栽球の動画でも作ってる風景出てましたけど、これね私もこれ持ってます。でこれがつくもんにれけやき、葉っぱのとってもちっちゃいけやきですごいミニ盆栽向きですね。買えばよかったです。でこれも多分大野さんが出してるやつだと思うんですけど、網目レンギョってやつ、なかなか花咲かないらしいんですけど葉っぱがね可愛いですよね。でどっちかで切ったら、右側の枝切ったら一曲できるなとか考えて、で結局買わなかった。買えばよかったです。またこれ上で撮ってますね、日よけを。で隣の棚場に移動して、人がいるのでねちょっと恥ずかしくて撮れなかったんですけど、今ちょっと部分的に撮っています。これが石化ヒノキ挿し木してあるやつ、一時期もっと高かったんですけど今お買い求めしやすくなってます。こっちが石化ヒノキで、もう一個がちょっとまた違うやつ、石化ヒノキのみやびっていう品種の、葉っぱのちっちゃいやつですね。で石化ヒノキじゃない、これ石化ヒノキか。これもなんか直感で作ること多いんですけど、こうやってねじねじして県外とかにしても面白いなと思って、それでこれが、これ買うかと今思えば買えばよかったと思ったんですけど、屋久島萩ってやつか。これなんか幹のとこ太くて、なんかこう作ったらいい一個になりそうだなとか思ってすごい悩みました。それで戻しちゃいました。でこれはやぶさんだしですね。私メスギ持ってなかったんでこれ買おうかと思って、あとねこれが気になりましたね。ヒイラギなんですけど、丸葉ヒイラギっていう園芸品種なのかな。ヒイラギなのに丸葉、ヒイラギも樹齢重ねると丸くなるらしいんですけど、丸葉いいなと思ってまた戻しちゃったんですよね。買えばよかったです。でこれが小松菜買いたいな、白花欲しかったんですけどちょうど見かけましたんで、素材ポットこれも購入ということでございます。で隣に行く
感じを動画に撮っています。そして心拍があって、連山ヒノキがあって、なんかいろいろあって、なんか見つけるかな。そうこれがすごい太くて真弓なんですけど、いいなと思いましたね。枝もこれから作ったらかなりいい木になりそうな予感がしました。でも買いませんでした。次、また隣の棚場ですけど、鉢が置いてあったりとかしてね、ここ入り口付近のとこなんですけど、でまたサンダシ見つけて、太くてどうかな、取り木もできるなと思ったんですけど、実がなってなかったんで、もしかしてオスかもしれんし、買うのはやめました。で五葉松とかね、いろいろあって、そしてね、なんかあったかな、動画に撮ってるってことはなんかあるんですけど、このちっちゃいの、これなんかね、なんて書いてあるのかな、これ何、椿に見える、なんだろう、ちょっとわかんない。はい、特に何かイベントがあったわけではないんですけれども、上野グリーンクラブ、略してグリクリって、巷では言ってるんですけれども、そこでお買い物してきましたので、手入れをしながらどんなものを買ったかまた紹介していきたいと思います。はい、今回はですね、ちょっと大物というか少し大きいやつ買ってきました。これは違うか。素材的な木を中心に6本買ってきました。はい、どんなものかと言いますと、一つはこのコナラ、実つきのコナラ、実がついてますけど、可愛い実がついてます。コナラ私も持ってるんですけど、実をならせたことはなくて、主に紅葉なんかを楽しんでいるんですけど、もしかしてこれって、実がなりやすいのかななんて思ったので、実つきの状態で行ってきました。お値段は1500円でした。この幹がまっすぐじゃなくて、ちょっと太く曲がっているところが、お買い物購入ポイントでした。次、これも大物なんですけれども、じゃん、これは千成柿です。お次は、ヤブサンザシのこちらも素材なんですけれども、私が持っているのことごとくオスでして、実がなっているメスギが欲しくて夫苗を購入してきました。挿し木も簡単だから、来年もう今年挿しても多分出らんと思うけんが、来年、いい時に挿し木してどんどん増やしたいなと思って買いました。埋まってるところにお宝が眠っているかもしれませんので、これはですね、9月やけんがもう植え替えもできるやつはできると思うんで、植え替え何本かしながら作業もしたいと思います。で、これスノキとか言われるものです。ボーボーですけれども、根元のところがですね、もしかしたらさっきも言ったみたいにちょっと面白いものになるかもしれないなと思って、紅葉綺麗で、あと実もですね、何この虫、ちょっと紅葉も綺麗で、ちょっと実もよく止まります。こちら、これ何か豆よね、豆科の小松菜ぎの白花です。白花かわいいね。白花紫っぽいやつ、普通の種類っていうのかな、それは持っていて好きな木なんですけれども、白花あったと思って買ってきた次第です。これもちょっと植え替えしたいな、挿し木して増やしたいし、素材ばっかりですね。それとこれはヘンリーズタっていう斑入りのね、これツタがあるんですけど、もうちょっとね何個かついてますが、ちょっといいなと思って購入しました。この6本買ってきました。これなんか樹皮が古色を帯びてきたもんなんかなと思ってたんですけど、カビらしいので、気づいた時に取ったがいいですよね。よかろうと思います。なんかお酢、木作液とかそういうので、ちょっとティッシュでなんかふやかして、カンナブラシみたいなのでコシコシやると取れるそうです。これこんなんじゃ取れんよね。これ普通のナイロンやから、ナイロンじゃ取れないから、かなりしっかりへばりついてるので、普通の方法では取れないんですよね。これ何なんだろうな。でもこ
のモヤモヤについて知ってる方がいたらぜひコメント欄で教えてください。調べたんですけど分かりませんでした。こすると緑色になります。普通の幹のところはこすっても別に緑にはならないんですけど、ちょっと表面こすってくると緑色になるので、やっぱ葉緑素というかね、バクテリアなの？これバクテリアじゃないよね。これ後で調べてみましたら、モジゴケっていう地衣類の仲間だそうです。葉緑素も持っているやつらしく、ちょっといろいろと補足で調べましたら、図解樹木の診断と手当っていうのには、苔や地衣類が幹全体についているときは樹勢衰弱の可能性ありと書かれています。たくさんいたら少し物理的に剥がした方がいいみたい。次は三出しですね。三出しはね、そうですね、あんまり、相関ですけど、相関っぽくなってはいますけど、あんまりゴン太な感じではないかな。外れとまではいかんけど、ちょっとまだね太らせないといけないかも。これが時々すごい太くていい粘りだったりすることがあるので、そういうのはね宝探し的な感じですよね。これも肥料を置いて、脇火だからちょっと多めに置いて、来年また挿し木なりします。でこれもスノキありますから、スノキもちょっと根元を払ってみようかなと思います。周りのちょっと気になるからこれは植え替えしてみましょう。硬い、こういうところが根腐れしていて、植え替えはやっといた方が良かったんだろうと思います。やっぱりこの流れ、この木とこの木で作ったら、いいんじゃないかなと思うんです。これもあわよくば挿し木の素材にして、こういう木で、ちょっとね目押さえなんかして作ったらちょっと良さそうです。汚いよね。はい、鹿沼土と日向土を混ぜたものを用意しました。ちょっと根腐れ気味でしたので、スリットにしてもらった鉢に今回は植え付けて、徐々に根を作っていきたいなと思います。よし。これが何本か寄せて刺してあるのか、一株から出てるかで違いますよね。多分これ束ねて刺してあるっぽいですね。これをバラバラにして作るか、癒着させるか。癒着やったらこうね、グニグニって、こうやって、こういう風にして作ってもいいけど、ちょっとバラすのも結構大変そう。だいぶ根を切らなきゃいけなさそうなんで、せっかくそういう風にして作ってるということやから、これはこれで、癒着を狙って、ぐっと作ろうかな。花柄取りを今してます。ということで、植え替えしなかったものなんかもありますけど、ちょっと様子見ながら来年でということで、今日の作業はこれで終わりにします。